こんにちは、しょちこです。今年最後の動画は2021年1年間使った手帳の中身の振り返りです。1年使い切って使いやすかったなとか、良かったページもあればこういうページもあったらいいなとか、全部書き切ったからこそ見えてきたものがいろいろありました。そういうの全部含めて愛着のある手帳になっているんですけど、やっぱりこういう振り返りは大事ですよね。というわけで、手帳の中身の振り返りと来年のリフィルについて、そして今年使ったリフィルの保存方法などお話できたらなと思います。それでは早速いってみましょう。まず手帳全体のカテゴリーは全部で5つ。年間、月間、育児記録、お気に入り、家計簿に分かれています。まず年間。年間は表紙のすぐ後の最初のページに抱負をかけるところを設けていました。ようやく今年1年も終わりに差し掛かるので、掲げた抱負がどうだったのかを書くことができました。年末にこういうのを書けるとなかなかの達成感がありますね。年間通してのイベントページは、すごい誕生日を忘れがちな私にとっては、ここにいろんな人の誕生日を書けることでメッセージを送ったりプレゼントを送ったり、忘れなくなったのが助かりました。無地の紙にまっすぐ文字を書くのが苦手なので、もう少しちゃんと書けるように線を引きたいなって思います。月間レビューページは開くたびに、この月はこんなことがあったんだとか、思い出させてくれるページなので、特に年末に見ると感慨深いですね。1ヶ月1ヶ月過ぎていくのが早いので、もう12月頃になると1月のこととかほぼ覚えてないですね。でもこのページがあることで印象に残ったことを書いておけるので、その月のこととかその月の周辺のことを芋づる式な感じで思い出すことができました。次、このページは今はこうなんだけど後々に理想の自分になっていたいっていうのを書き留められるページ。未だに全然できてないこともあるんですけど、手帳を開くときに目につくので、そうだ、私は今ここが自分の変えたいところだったってハッとします。あとウィッシュリスト。これがやりたいことはポンポンと書けてるんですけど、やりたいこと100リストの方が最後まで書けませんでした。年初めで思いついたやりたいことが半年後ぐらいにはやりたいことになってなかったりとかがあって、そういうこともあったので、来年のやりたいことリストはもっと欲しい、行きたい、やりたいとか細分化してやってみたらいいのかもっていうふうに考えてます。最後は月ごとの目標一覧。これがあることでざっくりの月の目標が立てられるのに便利でした。マンスリーでも目標を書くゴール欄はあるんですけど、この年間にある月目標はざっくりとした目標を書いてました。達成できたかのチェックもできるようにしていたおかげで、年12回のうちどのぐらい掲げた目標ができたのかが一目でわかります。モチベーションにもなりました。この年間リフィルは2022年のものがショップにあるので、気になる方は見てみてください。次はマンスリー。スケジュールをかけるカレンダーページにはイベント、ゴール、トゥードゥをかけるようにしていました。スケジュールと合わせて右上には大事なイベント、左下には月のゴール、目標ですね。隣には目標を達成するためにやること、トゥードゥがこの見開きページだけで確認できるのがお気に入りでした。特にイベントは子ども関連のことに役に立ったし、スケジュールを確認するときにゴールとトゥードゥも目に入るので、いろいろなことを見落とさずに済んだなっていうふうに感じてます。ウィークリーダイアリーは書けるときに書くくらいのテンションでやってました。日記とかがほんと続かないので、この省エネスペースが良かったなと。書けなかった日は
シールとかで埋めたり、一言で終わらせてみたり、書けなかった、書けてない、書かなきゃみたいに楽しめない気持ちになっちゃうところをシール貼ろうとか、なるべく楽しいスペースに変えていけたのが良かったですね。隣はコンテンツスケジュールページ。仕事やコンテンツ作りのスケジュールはマンスリーカレンダーには書かず、専用のこのスケジュールページを作っていました。仕事だけのスケジュールを1ページで分かるように、それぞれの仕事や作業ごとに分けて縦に並べていたのが分かりやすかったですね。ちなみにコンテンツスケジュールページは完全に個人的なページすぎるので、ショップに並んでいるのはカスタムスケジュールというタイトルになってます。次、健康管理表。これはですね、もう本当に習慣化できたページです。体重も毎日測るし、就寝時間もトータル睡眠時間も書いたことで、1年間の自分の生活リズムとか体重変動とかを知れました。最初は折りたたみにしてたんですけど、マーカーがうまく塗れなかったので見開きへ変更。ちゃんと自分の健康について知ることができたので、本当に作ってよかったページです。最後は1ヶ月の振り返り。日常の何かに対して反省してから自分を褒めるページです。反省しても褒めるっていうことをしないので、意識的にやれるページを作りました。個人的に使いやすいようにもう内容を印刷しちゃってるんですけど、ショップのものは毎月の出来事を自由に書けるように少し変えてます。次は育児記録。このページは最高のページになりました。ほんと作ってよかった。子供の成長って秒速すぎて、好みもサイズも月替わり週替わりなんてことはざらにあるので、こうやってちゃんと書き留めるページを作れたのは本当に良かった。あと写真ですね。写真が貼ってあると1年間の成長がこうパッと目で見て楽しめるので必須ですね。もともと育児日記を毎日量も書けないなって思って手帳の見開き2ページに突っ込んだんですけど、やっぱり書いててスペース足りんっていう風に思うようになりました。なので手帳会議でも出たように、育児記録は別のファイルでちゃんとページ数も増やして記録していこうかなと思います。次、お気に入り。ここは読んだ本や映画のレビューとか他のカテゴリーに関連しないものを入れてます。今年の前半はやっぱり時期的にも映画館とか行きづらかったり、あと子供が寝た後に映画を見るっていう時間もなかなか取れず、ページが増えていかなかったので悔しい思いをしました。なので来年は面白かったドラマとかもそういうのも入れてこうって思います。本も若干積んどくになりがちでした。私は断然紙派なんですけど、 Kindle も活用しながら来年こそは本をたくさん読みたいと思います。最後は家計簿。毎日使った金額を書けないズボラな私は手帳に見開きで家計簿も突っ込みました。最近はキャッシュレスでの支払いが大部分を占めてきてるんですけど、やっぱりいくら使ったかわからないっていう状態からは抜け出す習慣になりました。家計簿についての詳しい動画はこちらなので、気になる方はぜひ見てみてください。振り返って楽しむ手帳にしたいっていうのが今年の手帳のテーマだったので、リフィルを保存するバインダーを探してました。で出会ったのがこれ、楽天で1320円で購入しました。バイブルサイズの保存用バインダーってなかなかしっくりくるものが売ってないんですよね。個人的な好みもあるんですけど、これ素敵かもって思うのってだいたい高いか英語サイズで、バイブルサイズがなかなか本当売ってなくて、で今回見つけたのはすごい安いってわけじゃないんですけど、その中でも可愛くて手が出しやすい金額でした。
色は3色あったんですけど、リフィルの表紙がグレーでインデックスタブのシールがゴールドなので、それに合いそうな黒にしました。作りも結構しっかりしてて、枠の上下の角にちゃんとフレームがあって高級感があります。中身も割と多めのページが入りそうです。これリフィルを入れた後なんですけど、まだまだ余裕がありました。バインダー自体はかなり固めの厚紙で丈夫そうです。リングの金具も開けたり閉じたりしても安定しているので、リフィル保存だけではもしかしたらもったいないかもしれません。黒が想像以上に可愛かったので、リフィルのストック用にもグレージュ白の色も追加で買っちゃいました。並べておいて可愛い背表紙もすごい素敵です。今年は読み返して思い出に残るような楽しい手帳を目指して作って、結果こうやって1年がギュッと凝縮された手帳の中身になったので、かなり大満足でした。そんな中でも1日や週でのスケジュールをしっかり管理できるリフィルもやっぱり欲しいなーっていう気持ちが少しずつ出てきていたので、来年は振り返って楽しい手帳から時間管理をしっかりできる手帳をテーマにしていこうと思います。やっぱり子供がいる生活の中で時間管理って本当に重要で、行き当たりばったりや思いつきだったり、そんな毎日が多かったです。あれもこれもやりたかったけど、あれやれてない、時間ないとか、自業自得なんですけどね、こりゃダメだってなったので、手帳の力を借りて時間管理をちゃんとやろうってなりました。来年のリフィルは結構ガラッと変わるかと思いますが、ぜひまた遊びに来てくれたら嬉しいです。今日は2021年1年間使った手帳の中身の振り返りの動画でした。今年から本格的に手帳を始めて思ったのが、手帳があることで1年間の目標とかやりたいことがたくさん溢れてきました。1年の目標を立てて、月ごとに目標を立てて、そうやって1年のことを考えることで、やりたいこととか叶えたいことが浮かんできたんですよね。こんなにちゃんと具体的な目標がしっかり立てられたことが本当今までなかったので、改めて手帳の力ってすごいなって思いました。2021年しょちこの手帳チャンネルを見てくださり本当にありがとうございます。そして皆さん1年間お疲れ様でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。良いお年を。